こんにちは、アンナスです。今日は紙刺繍カレンダー、2025年の紙刺繍カレンダーの、刺し方の説明をしようと思います。では早速手元の方にどうぞ。はい、では紙刺繍カレンダー、ちょっと先に出来上がりをお見せしようと思います。これが1、2月で、3月、4月、5月、6月で、7月、8月、9月、10月、11、12月っていう感じで、結構ねボリュームあります。なのでいろいろちょっと説明するところもありつつ、ステッチ割と同じものを使っていることが多いので、1個分かればあと他もいろいろできるっていう感じにはなってます。で、カレンダーを買われた方は刺繍用の針、刺繍針の6本取りと3本取りが必要です。で、目打ちですね、目打ち。あとこの板は何でもいいです。これカッターマットなんですけど、別になんかいらない雑誌とかなんか下がこうプスプス刺していくんで穴が開いちゃうんで、なんか保護するものがあればっていう感じです。早速開けてみようと思います。はい、中は刺繍糸が2、4、6、8、10、11本入ってます。で、あと作り方が3枚ですね。紙が3枚入ってます。で、他に基本的なレゼーデージとかストレートステッチとかっていうやり方と、あとこれ25番刺繍糸っていう糸は、一回ばらして使いやすい長さにカットして準備しておくと便利なので、それの説明ですね。で、あとカレンダーが6枚入ってます。じゃあまずその穴を開けていこうと思います。でもこれに沿ってこれに書いてあることをちょっと動画で説明するっていう感じにしようかなと思います。で、穴は刺繍しながらこうやって開けてもいいんですけど、それやるとこう紙がねしなっちゃうんですよ。こうやってプスプスやると。そしたらちょっとやっぱ仕上がった時に若干ふにゃふにゃにはなるんで、なのでちょっとめんどくさいんですけど、この穴のところを少しでいいんで、そんなに大きな穴はいらないです。こうやって穴開けておくと刺す時にスッと通りやすいのでっていう感じで、使います。だから、とりあえず全部穴開けといてください。すべてにおいて。だからテレビ見ながらとか YouTube 見ながら暇の時に開けといてもらうと便利かなと思います。せっかくなんで刺繍糸の作り方の説明もしてみようかなと思います。刺繍糸、じゃあちょっと、これをまずタグを外して、で刺繍糸って、これ普通の刺繍でも使えるんですけど、普通の刺繍の紙刺繍用にしてるだけです。全部ばらします。で、全部バラバラにしたら端っこと端っこを合わせて半分にします。で、また端っこと今半分に折り曲がっているところを半分にします。だから今2つ折りを2回しているところですね。で、最後は三つ折り、結構三つ折りが難しいっていう人いるんですけど、そう3つにこういうことです。3つに折って、で端っこをハサミで切ります。もうこの輪になっているところを全部バシバシカットして、で番号がわからなくなるんでタグを戻します。
これで、マスキングテープでどっかに貼っておくか、なんかわかんない重しをこれ一くず入れなんですけど、重しをしてでゆるく三つ編みしておくと取りやすい、保管しやすいです。三つ編みきつくすると癖がついちゃうんで、あんまりきつくしないで。でここの端から1本ずつ抜いていきます。で3本取りの場合は1本ずつ抜くんですけど、6本取りの場合はもうまとめて全部抜いて、で針にまとめて通して大丈夫です。このざっくり取るこの1本が6本入ってるんですね。でそれでよりになってこうねじれてるんで、そういう感じで使っていきます。では早速レゼーデージステッチから説明していきましょうか。はい、ではレゼーデージステッチ、チェーンステッチの1個バージョンをやっていこうと思います。これラベンダーなんですけど、このラベンダーのまず下の部分から針を出します。これ玉留めしておいてくださいね。で同じ穴に針を刺して、でこうやってループを残しておきます。これで、上の穴から針を出して、でこのループをぎゅーっと引き絞ります。結構しっかり引き絞って大丈夫だと思います。こんな感じで、ちょっとね手がちっちゃいんでちょっと遠すぎていろんな角度にくるくる変わってしまってるんですけど、これで、引っ張ってこの輪の外側から針を入れます。でこれあまりギュッと引き絞ると引っ張るとこの留めのステッチが裏にプツって入っちゃうんですけど、裏にプツって入らないようにちょっとこうふんわり留めてあげる。でもしこの輪がちょっとブヨンとなんていうんですかね、なんか糸が残りすぎたりとかした場合はこうやって針で調整してください。いろいろ出したり入れたりした順番をこうちょっとたどって調整して、なんか変になりましたね。逆に変になった。はい。大丈夫です。はい、はい、こんな感じでふわっとさせます。で、これを同じように近くをやるといいです。上やって下やって真ん中やってっていろいろやると糸がどんどんこうぐちゃぐちゃ渡り糸になるんで、一番上をやったら次はその下のレゼーデージ、その下隣って感じで近くをどんどん埋めていくといいです。こうやってくぐらせて引っ張る。割とギュッと引っ張っといて大丈夫です。で輪の外側に針を刺す。でこれを繰り返していきます。で糸を終わらせる時はここにこうやって玉留めして終わってもいいし、私は裏に絡めるのが好きなので裏の糸をすくいます。ただどうしても紙と糸の隙間に入れることになるんで、こうやって2回ほど絡めた後にこの輪を残しておいてここにくぐらせて引っ張るとなんか玉留めみたいなことになるんで、これで留めるといいかなと思ってます。じゃあ次いきます。次が、フレンチノットステッチ。ここのベリーのフレンチノットは6本取りなんで、もう6本取りの束でシュッと引き抜いて、
で玉留めしてます。で、フレンチノットじゃない、なんだっけ、フレンチノットかフレンチノットステッチのマークは一応丸い穴なんですね。普段は塗りつぶしの丸いマークなんですけど、ちょっとよく見ないとちっちゃくて分かりづらいと思うんですけど、中が透けてるただのこの外側の丸っていうマークになってます。でまず針を出します。で紙を机に置いて少し上を持って空中で2回巻きます。これ2回巻きですね。で、同じ穴に刺してしっかり引っ張る。これ引っ張りすぎると針抜けなくなるんで、そこそこにしておいてもらって、ただ緩いと丸がすごいブヨンってなるんで、こんな感じです。でもすぐ隣やっちゃってください。それでどんどんやっていくとこういう感じで、今丸い絵を描いてるんですけど、それは見えなくなります。結構ね、6本取りのフレンチノートってかなりゴツゴツしてて大きいので大丈夫です。もう全部この下の丸いのが見えなくなります。ついでにもう一つぐらいやっておきます。まず出す。空中で2回巻く。同じ穴に刺す。引き絞る。で下に針を出す。こんな感じです。結構もうぎゅうぎゅうなんです。じゃあここはちょっと裏に絡められないで玉留めしました。ここで初めて出てくるのは、あとバックステッチ、基本的なことですね。葉っぱの刺繍の部分で、これもさっきと一緒で、もうできるだけ近いところを刺すようにしていきます。だから、ここから刺し始めたとして、見えないね、ここかな。もうただひたすらこの線の通りにこうやって刺していきます。同じ穴に刺すと戻っちゃうから、それだけをこう考えて、であんまり遠くにあっちこっちこう行かないようにしながら、もうただこうやってひたすら線の通りに刺していくのがバックステッチです。葉っぱだけ仕上げます。ここの葉っぱは一気に渡してください。これいちいちバックステッチしなくていいです。なんかその辺の細かいことちょっと書いてないんで、見本見ながら、見本の写真がね結構大きく載せているので、これで確認しながらやってもらえると、そんなにイレギュラーっていうかそこまでないんですけど、みたいな感じで、こういう糸がいっぱいあるところは裏に絡めるだけでも全然平気だと思います。はい、じゃあ 1,2 月はこれで、あとは同じことの繰り返しですね。あとこれねハーブなんですよね。カモミールとラベンダーとベリーの繰り返し、リースになってます。では次に行きます。はい、次は3月4月の説明をします。結構いろいろ新しいのが出てきてるので、ちょっと説明を詳しくしていこうと思います。まずここのなんか丸いところ、ここはちょっとね今回新しい発見だなと思ったんですけど、紙に印刷した上に白でこの、ブランケットステッチっていうんですけど、ブランケットステッチをやるとなんかお砂糖がけのキャンディーみたいな、なんかそういうちょっとファンシーな感じになったんで、これは面白いなと思って、ここは結構気に入っている部分なんですけど、まずブランケットステッチの説明をします。まず針を外側の円から出して、
中心に刺します。でさっき刺した1針目の隣の丸から針を出して、こうやってループにして残してるので、ここにくぐらせます。でギュッて引っ張るとこういう L 字型になるんですね。これをずっと繰り返していきます。また中心に刺して隣から出す。だから中心の穴は何回も刺すんで、まあ多少大きくなりますけど、別に大丈夫です。平気なんでどんどん刺しちゃってください。でこんな感じでぐるっと一周いくと、最後も同じ L 字型なんで、そのままスポッといい感じにはまって終われます。でちょっと終わってないんですけど、糸を終わらせる時はこの L の角の外側に針を刺すとこれで止まってるんで、途中でだから糸がなくなった時とかもこれで止めてもらって、で玉止めして、で新しい糸を出す場合はこの L の内側から、ちょっと糸割ってますね。白だから見にくいですよねすいません。L の内側から針を出して、そしたらまたさっきと同じ状況に戻れるので、こうやってループにくぐらせるっていうのをやっていきます。で、半円っていうのが出てくるんですけど、半円は、一応一緒です、やり方は。ただ最初がちょっと余るので、その部分はストレートステッチなんか1本足しといてください。まずこんな感じで出して入れてで隣の穴から針を出して、これでブランケットをやっていきます。はい、これでブランケットできたんですけど、一周ぐるっとやるのと違って、半円なんで、とりあえずL の外側に針を出して、でここが1個抜けちゃうから、一周だとその L のままでいい感じになるんですけど、こうやって継ぎ足しておいてください。でまた隣に刺していきます。じゃあ次はスパイダーウェブローズステッチ。なんかバラとかでよく使ってたんですけど、今回はこういうさくらんぼみたいなのとか、なんか割と丸を表現するのによく使ってます。玉止めしてなかった。とりあえず5本渡します。スパイダーウェブローズは基本のステッチの方に入っているんで、ちょっと写真で紹介してはいないんですけど、もうねスパイダーウェブローズって散々過去も動画でやってるので、これね楽しいんですよね。はい、これで5本中心から放射状に刺せたので、本当は中心の同じ穴から出せればいいんですけど、多分出せないので、新たにちょっと穴開けちゃっていいです。どっかの角から出してもらって、で針で編んでいきます。もう紙触らないで、糸だけを上下
で上下ちょっと細かいんですけど3本取りなんでちっちゃいスパイダーウェブローズを作ってください。はい、これぐらいですかね。この丸のイラストが見えなくなるぐらいまでやってもらって、であとはどっか適当にこの5個の5つの穴のどこかに針を入れて、これで終わりです。だから裏はほとんど糸が出てないんですね。では次、アウトラインステッチ。そう、アウトラインステッチもね、実はできるんですよね。なんとなく避けてたんですけど、アウトラインステッチはまず1目作る時に1個穴を飛ばします。1個穴を飛ばして1目作っておきます。もうギュッとしといていいです。で、さらに先から針を出して前の1個飛ばした穴をちょっと避けて刺します。半分ずつ重ねていくステッチですね。はい、重なってますね今。じゃあまた次の先から出して前のもう1回入ってますけどそこに針を戻します。でこれをずっとこうやって繰り返していって半分重ねる半分重ねる。で最後は、これで終わっても全然 OK ですけど、もしなんか浮いてくるようであれば同じ穴から出して半分重ねるだけのステッチを入れておくといい感じにこうキュッと曲がってくれるので、こういう感じですね。はい、これをいろいろ繰り返してやっていくとこういう感じで出来上がります。では次、5月6月をやっていきます。はい、では5月6月をやっていきます。もうスパイダーウェブローズはさっき説明したので、このレイズドリーフ、なんか畳みたいに編んでいくやつ編み編みするやつをちょっと説明します。どっちがいいのかな。こっちのサンダルの方でちょっと説明しましょうかね。色が濃い方が分かりやすいですね。これ上が白なので、まず3本渡しておきます。でこれ隣に行ってもいいんですけど、これぐらいだったらいいんですけど、ちょっと近い場合はこうやってこうぐるぐるやっていく方が破れにくいかなと思います。別に横に移動してもこうジグザグ移動しても大丈夫なんですけど、はい、これで3本渡せたら、どっちでもいいですね。上から行きましょうか。こっちの右端から行きます。右端の上から針を出して編んでいきます。なんか紙をくるくる回してややこしいですね。すいません。上下上でキュキュッと上に寄せておいて、で今度逆、下上下。もうねこれは紙を触らないんです。バスケットステッチまだ今回やってないですけど、バスケットステッチと似てるけどちょっと違います。
でまた上下上、さっきと交互になるようにこうやって編んでいきます。スパイダーウェブローズも編んでいってましたけど、それと一緒ですね。でたまにその織り機みたいな感じでこうなんかトントントンみたいにこう寄せ集めて、でこれをひたすら繰り返します。はい、これで編めたらもうこの近場に刺してで終わりにします。で今回ここになんかこう飾りみたいな感じでフレンチノットが入ってるんですけど、これはフレンチノットのやり方はさっき説明しましたけど、なんか適当な場所でいいです。この辺ぐらいかなみたいな感じで、穴最初に開けといてもらって裏から出してでいい感じのとこに出すのはなんかちょっと調整してもらって、でフレンチノット2回巻きですね。で同じ穴に入れてください。結構これ探すの大変かもしれないんですけど、穴がもし近い場所に開いてしまったらそれはそれで大丈夫です。そこから破けるってことはないと思うんで、引き絞って引っ張る。はい、でちょっと調整してもらって、ちょっと内側に行ってしまったんで、はい、玉留めして終わり。はい、これで同じように作ります。でここの上のレイズドリーフ三角形は、これのちょっと違うバージョンなんですけど、これで5本渡しておいて、はい、5本渡しました。これで、中心の際から出すんで、同じ穴から出すと戻るかもしれないんで、もう新たにちょっと穴開けてもらっていいです。この中心のギリギリ上のところから針を出して、で上下っていう感じで編んでいきます。これ一緒ですね、編み方は。奇数になってるんで、今度逆にするといい感じにこの逆に入っていってくれます。でたまにこう糸をギュッギュッと上に押して寄せ集めておいて、でこれをずっと繰り返していきます。はい、これでできたので、なんか適当なところに5本どっか空いてるんで、その穴に入れて、で裏に絡めます。これはね、イヤリングなんです。イヤリング、ピアスですね。穴開けて差し込む感じのやつですね。今ね、なんかこういうのが流行ってるんです。私はイヤリングしないでこういうの持ってないんですけど、なんか可愛いなと思ってこういうデザインにしてみました。
では次いきます。次はレゼデージステッチみたいな感じのちょっと引っ掛けて作るお花っていう感じのバージョンです。まずとりあえずこの枠を刺しておきます。この四方を刺してでストレートステッチも入れておいて、はい、これで枠ができたら、中心から針を出してでこのストレートステッチに引っ掛けます。はい、ギュッと引っ掛けて同じ穴に入れる。これもちょっとレゼデイジーじゃないですけど、ちょっとこうふわっとさせると逆にこっちは可愛いですね、この方が。でこのまま針を戻すと針戻っちゃうので、どっか引っ掛けといてください。裏どこでもいいです。なんか糸にクイッと引っ掛けておいてから中心から針を出すと糸が戻らないです。でまたくるっとこうやってちょっとこう調整しながら、でも何かの好きに結構ねグイって引っ張っちゃうことがあるんでそれはしょうがないですね。これ一応放射状に刺して、放射状っていうかこう向かい合わせに花びら作ってますけど、別に大丈夫です。隣に広げていっても大丈夫です。で裏の糸どっか引っ掛けてはい、こんな感じで中心にフレンチノットを入れます。フレンチノットはさっきもやってるのでそちらをご覧ください。で色を一応なんか交互になるように変えていったんですけど、そこはアレンジしてもらって全部枠を緑で中の花を全部白とか、その辺は、もちろん色全然手持ちの糸でアレンジしてもらって大丈夫なんですけど、なんかここはね結構悩んだんですよね。交互にするか色一色で全部統一するかみたいな。で、次がこの持ち手のチェーンステッチに巻きつけるやつですね。チェーンステッチは6本取りですね。はい、6本取りでチェーンステッチをやっていきます。レゼデージステッチの繰り返すバージョンになります。まず穴から出して同じ穴に入れて、で次の穴から針を出して、でこのループをくぐらせてギューって引っ張ります。結構引っ張って OK です。だいぶ引っ張った方がいいですね。でまた同じ穴に刺してで次の穴から出す。くぐらせる。これを繰り返して1周します。はい、では最後いきます。最後は一番最初に作ったそのチェーンステッチのループを布と紙の間に針をこうやって通して引っ張って、で一番最後に作ったこのチェーンステッチの穴にもう一回刺すと、はい、これで丸くチェーンステッチができました。
で、どっからでもいいです。今度はこれだけだとあれなんで、この持ち手っぽくするために巻きつけていきます。巻きつけ方は、まず出して、次の穴でいいかな、次の、次のチェーンのさっき最後の時みたいにこうやって紙と糸の間に針を入れて、でまた戻って次のチェーン、次のチェーンって感じでこうやってぐるぐるやっていくと一粒につき1回でいいです。ちょっとなんか長かったら一粒につき2回ぐらい巻いといてもいいかなって思うんですけど、だいたい1回でいけると思います。はい、で巻けたらなんか適当などっか空いてる穴に刺してもらって、はい、これで完成です。はい、こんな感じで出来上がりです。であとはこのブランケットステッチをやるとちょっと細かくて大変なんですけど、これをやるとカバンみたいに見えるんで、なんかいつもバスケットをバスケットステッチでやることが多かったんですけど、今回はちょっとこうおしゃれバッグみたいな感じにしてみました。であと上のなんかこのレースみたいなものに関してはちょっとねここ線入ってないんですけども、普通にバックステッチでいいです。なんかこう123でずっとやっていってもらって、でこの丸が開いているところはフレンチノットですね。フレンチノットは最後に入れる方が糸がぐちゃぐちゃになりにくいのでやりやすいので、先にフレンチノット入れるとちょっとやりにくいので、フレンチノットはもう最後にやってください。だいたいもうフレンチノットは最後って覚えておいてもらうと布でも糸でもどっちでも仕上がりが綺麗かなと思います。じゃあ次いきます。これで5月6月が終わりました。はい、では次7、8月をやっていきます。もうねこっからはだいたいステッチの説明をしたのでほぼ大丈夫ですで意外とバスケットステッチがここからなんですね。今までバスケットステッチ使ってなかったんですけど、ちょっと説明します。バスケットステッチはまず縦に渡しておきます。横に渡してから縦に編んでいってもいいんですけど、なんか私はなんとなく縦に渡してから横が好きですね。はい、こんな感じでまっすぐ4本5本渡せたので、下から編んでいこうかな。上から編んでもどっちでもいいです。もうこれは線が書いてあるんでこれの通り、はい、上下上下できるだけ線の上に乗るようにちょっと調整してもらって、で2段目これがちょっと違うところですね。バスケットステッチは1回ずつこうやってこの紙に通すんですけど、レイズドリーフステッチはもう紙触らないでもうひたすら空中で編んでいくって感じですね。これだから逆ですね。上こっちが上になるような下上下上ですね。で1列できたら紙に針を刺す。でまたこれを繰り返します。はい、これでバスケットステッチができたので、
上がチェーンステッチですね。上の1列がチェーンステッチ。チェーンステッチはバスケットステッチで通したこの穴の部分に対して1粒って感じでやってます。で周りはアウトラインステッチだから、ぐるーっと下はアウトラインで横がチェーンステッチ。もう同じ6本取りでついでにやってください。あとレゼデージステッチ足すストレートステッチっていうのをちょっとこれはレゼデージですね。結構ふんわりこれは開けておいてもいいかなと思います。サボテンなんでそこそここのなんか幅みたいなのが欲しいんで、輪の外側に針を出してとりあえずレゼデージを作りますね。でちょっと整えて、でこれだとこの中に丸い隙間が空いているので、この隙間をストレートステッチで埋めます。はい、下から出してこの留めのステッチの外に全部隠すような感じで入れます。でなんかちょっとこう糸によりが残っている場合はちょっとこうばらしてあげるとちょっとサテンステッチみたいな風な感じに見えるんで、なんかこういう感じでこうふんわりさせるとこうねなりますね。はい、これで、玉留め。はい、これはなんか下書きがすごいひょろひょろの線なんでなんだこれって思うんですけど、編んでいくとこんなわらじみたいにすごい太くなるんで、ちゃんとなんだっけサボテンに見えるようになると思います。でここはワンブロックずつ分けてください。下のブロック、上のブロックだからこの下の3本で1つ、上の3本で1つってやるとなんかサボテンってこうちょっとずつこうついてきてますよね。なんかこの柱サボテンみたいな感じですごいストンと長いのはもう一気にやるんですけど、このなんかちょっとずつこうサボテンがついてるみたいなやつはこれつなげてやらないで、これで1つこれで1つこれで1つって感じでやってください。で上がレゼデージ足すストレートステッチっていうのをやります。で下はもうバックステッチっていうかストレートステッチっていうか、この線の通り刺してください。でこっちの椅子の上に乗ってるカゴもこの最初にやったバスケットステッチと一緒ですね。バスケットステッチをやって、で周りはアウトラインステッチで、この植物の方はバックステッチをやって上からフレンチノットを入れていきます。2回巻きですね。で3本取りだから割とちょっとちっちゃめの葉っぱになると思います。これもはいこの通りにやってもらって、でフレンチノットとストレートでお花つけて出来上がりです。これは簡単ですね。でも意外とここ長くて大変だと思うんで頑張ってください。じゃあ次いきます。もう次はそんなにもう散々説明をしたので、なんかこう実際にやるっていうよりかはちょっと口頭で説明するぐらいの感じになると思うんですけど、これもフレンチノットは最後ですね。だからこのレゼデージの白いところはちょっとあえてふんわりさせる。ものによっていろいろ変えてますよね。最初にやったラベンダーとかは割と引き締め気味で OK なんですけど、
なんかこっちに関してはちょっとわざとこの丸っていう感じで残したいんで、これが結構難しいっていう人が多いんですけど、やっぱ可愛いんでちょっと今回やってます。でさっきやったチェーンステッチの丸いバージョンですね。でここがレイズドリーフステッチ、これも果てしなく編んでいくんで結構大変だと思うんですけど、なんかできるとこの達成感と触りたくなる感じが楽しいんで、ぜひここもやってみてください。でバスケットステッチが、こっちとこっち向き変えただけなんですけど、雰囲気が違うんですけど、やってることは一緒です。フレンチノットで、これスパイダーウェブローズですね。そんなもうこれはもう同じステッチを繰り返しです。で最後もそうですね、スパイダーウェブローズとフレンチノットで、ここの葉っぱも、できればこうふわっと残しといてもらうと可愛いかなと思います。これあんまり細くやりすぎるとただの線みたいになりがちなので、特にこれは3本取りだからあんまりギュッと引っ張ると本当にただの線みたいになってしまうので、ここはちょっとふわっと残すように頑張ってください。で星はもう分かりますよね。ちょっとこれで見た方が分かりやすいかな。最初に1番こう渡しておいて、ちょっとずつこうずらして刺していくと、最終的に戻ってきたら星になってるっていう状況ですね。だからね、これ応用すれば布でもできると思うんですけど、布の場合はきちっと図案書いて、で何回刺すとかも全部決めてやるといいと思います。だから紙の時は穴が開いてるんで割ときっちりできるんですけど、布の場合は下絵をきっちり書いておけば同じように刺すことはできると思います。これはこんな感じではい。ということで、ぜひ皆さんちょっと時間かかると思うんで、なんかこう余裕を持ってゆっくりやっていくといいんじゃないかと思います。特になんか結構間際に明日飾らなきゃいけないからみたいな感じで、例えば5、6月だと4月の30日とかにされる方とか結構いらっしゃるんですけど、それだと多分ね、別にいいんですけど、5月1日から飾れないかもしれないぐらいの物量は結構あります。ただやっぱり今回いろいろ研究して作ったんで、だいぶ紙でこんなことできるんだみたいなのが結構自分の中で進化したので、なんかね、スパイダーウェブローズをこうやってこういう丸とかこういうさくらんぼにしたりとか、こういう放射状に刺して紙ならではのこういう透かし模様みたいにしたりとか、結構ねいろいろ発見があって楽しんでいただけるとは思います。ということでぜひ頑張ってください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。